どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2の有料追加コンテンツとして登場した新機体のナンバー S01 OFXX マリコをご紹介したいと思います。これまでの R タイプシリーズには存在しなかった R タイプファイナル2オリジナル機体ということで気になっている人も多いと思いますが、これ1機で880円もする機体なので購入をためらっている人もいるんじゃないでしょうか。今回はこの機体を購入する価値があるのかというのを含めてご紹介していきたいと思います。マリコはかぐやの完成後に秘密裏に開発された OF シリーズ限定の互換機となっており、 OF シリーズ全ての武装が装備可能になっています。それにプラスして OF フォースハイフンとパープルポットの2つの新装備が追加されていますね。この装備は究極互換機でも使用可能になっていますが、 OF シリーズ限定の互換機であるマリコはバックファイアによる攻撃が可能になっている点が究極互換機との違いであり強みでもありますね。そして何よりこの可変機構による変形がめちゃくちゃかっこよくて、スピードレベル3までは OF シリーズに共通している赤ベースのカラーリングですが、スピードレベル4になると装甲が黒い装甲に入れ替わります。ヒロイックな赤ベースのカラーリングもかっこいいですが、少しメタリックな重厚感のある黒になるとまた違ったかっこよさがあるため、 OF シリーズの可変機構が大好きな人にはこれだけでも買う価値は十分あると思います。フォースはダイダロスの OF フォース、ワルキュリアの OF フォース2、ガルーダの OF フォース3、孫悟空の OF フォース4、かぐやの OF フォース5、そしてマリコの OF フォースハイフン、6種類のフォースから選択可能になっており、実用性の高いレーザーを集めたマリコ専用の OF フォースハイフンは、赤がドリルレーザー、青がセブンウェイバルカン、黄色がサーチレーザー LRG という構成の非常にバランスがいいフォースになっていますね。赤のドリルレーザーは破壊力はそこそこですが、直線的に飛ぶ癖のない扱いやすいレーザーで、ダイダロスの OF フォースの赤レーザーですね。青のセブンウェイバルカンは速度変更によって攻撃範囲が変化する強力なレーザーで、かぐやの OF フォース5の青レーザーですね。黄色のサーチレーザー LRG はバイドに反応して直角に曲がる強力なレーザーで、ワルキュリアの OF フォース2の黄色レーザーですね。既存の優秀なレーザーの組み合わせなので、使いやすくなったとは言っても購入の決め手になるほどの価値はないと思います。ポッドユニットも全てのポッドユニットが装備可能になっており、レッドポット、ブルーポット、イエローポット、グリーンポット、そしてマリコ専用のパープルポットの5種類から選んで装備可能になっています。新装備のパープルポットは多彩な能力が魅力のポットで、ポットシュートを行うことによって赤と青の2色に変化するのが特徴ですね。ポットが赤の場合は V 字状に発射されるレーザーで360度全ての方向を攻撃可能になっており、グリーンポットには劣るものの優秀な射撃能力を持っています。そして最も魅力的なのが波動砲のチャージ中もレーザーを連射可能になっているため、波動砲のチャージを簡単に行える点ですね。本来なら波動砲のチャージ中は無防備になりがちなので、破壊力は低いとしても戦術の幅を大きく広げてくれる装備としての価値は非常に高いと思います。また個人的にお勧めしたいのは OF フォース5のバリアとの組み合わせですね。バリアはスピードレベルによってバリアの大きさが変化する仕様になっていますが、波動砲のチャージ中は展開中のバリアが消えずにそのまま維持できるため、パープルポットの赤と組み合わせることによって鉄壁と呼べる防御力を維持したまま安全に波動砲をチャージすることが可能になります。使いこなせればかなり強いので試してみてください。ポットが青の場合は右方向に固定された状態で V 字状にレーザーを連射する能力と波動砲をポットから発射する能力の2つの能力があり、1ループでスタンダード波動砲1ループの半分程度、2ループ以上ではスタンダード波動砲1ループと同等の破壊力を持つ波動砲を発射することができます。レーザーを発射する方向が固定になってしまうのがデメリットと言えますが、波動砲をポッドユニットから発射可能になったことで瞬間火力は非常に高くなるため、波動砲のチャージは赤の状態で行い、発射直前に青に切り替えるのが基本的な運用になると思います。また地形などを利用してパープルポットが戻ってくる時間をずらし上下で別々の色にすることもできますが、赤と青それぞれの特性を生かしきれなくなることが多く、障害物がないと同じ色に戻すことができなくなるため、個人的には上下で違う色にすることはあまりお勧めできないですね。フォースを切り離した状態はどのフォースを装備した状態でもスタンダードな 4way フォースショットになっており、パープルポットの切り替えのためにフォースを切り離すことが多いマリコでは、装備の組み合わせ次第ではフォースショットを活用する必要があると思います。ミサイルは爆雷、追尾ミサイル、誘爆ミサイル、光子ミサイルの4種類から選ぶことが可能になっており、ミサイルの選択肢も比較的多めになっています。波動砲はスタンダード波動砲タイプの6種類から選べるようになっており、選択肢が多いように見えてほとんど選択肢がないのは仕方がないとして、破壊力ならスタンダード波動砲3、
殲滅力重視ならスタンダード波動砲 WX、縛りプレイをしたいならスタンダード波動砲試作型といった感じで使い分けてみてもいいかもしれませんね。マリコは OF シリーズ限定の互換機ですが、究極互換機にはない可変機体固有の能力であるバックファイアや最強のポットユニットであるパープルポットを搭載したことによって間違いなく最強の機体の一つに数えられる機体となっており、究極互換機でパープルポットを使用できるようにするためにも880円を払って買う価値は十分あると思います。また、マリコを購入すると同時に専用コスチュームも手に入るため、コスチュームを揃えたい方も検討してみる価値はあると思います。個人的には可変機構内蔵の OF シリーズの中で最もかっこよく強い機体だと思うため、まだ購入されていない方はコレクションの一つに加えてみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。